こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は家庭でもサクサクの食感を楽しめる本格的なクロワッサンの作り方をご紹介します。難しいバターの折り込みは生地を冷やすこととバターを固くしすぎないことがポイントです。最後までぜひご覧ください。まず容器に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れます。バターに熱湯を加えて溶かします。牛乳を加えて適温にします。粉類は先によく混ぜておいてください。水分を加えてよく混ぜ合わせます。粉っぽい部分がなくなるまでよく混ぜて、ひとまとめになったら手で50回くらいこねます。今回の生地は水分が少ないので、カードだけではうまく混ざりませんので、手でこねています。こね終わったら丸めて10分休ませます。これは生地を緩ませるためです。容器に打ち粉を振って底に広げます。ラップなどで包んでも大丈夫です。生地の厚さを整えて冷凍庫で30分冷やします。冷やしている間にバターを麺棒で薄く伸ばします。麺棒で少しずつ力を加えながら伸ばしていくのがコツです。ある程度大きくなったらラップに包みます。ラップの上からバターの厚さを整えながら正方形にします。冷蔵庫で少し冷やしておきます。生地が冷えたら20センチ角に伸ばしてバターを包みます。バターはしっかり冷えていて曲げても割れない状態が最適です。硬くなりすぎていると生地に挟んで伸ばす際に伸びが悪く割れて砕けやすくなってしまいます。生地の中心にバターを対角に置き、生地を折りたたんでバターを包みます。隙間がないように生地を貼り付けてください。裏返し、麺棒で生地の両端を押さえます。これはバターを固定させて偏らないようにするためです。細かく麺棒を当てながら少しずつ伸ばしていきます。一気に伸ばすとバターが切れたり偏ってしまいます。柔らかすぎるバターはこうしている間に溶けてしまいますので、バターが生地に馴染んで層ができにくくなってしまいます。
バターが柔らかいなと思ったら一度冷やしてみてください。最終的には 18×45 センチの長方形に伸ばします。角を合わせて2回折りたたみ、冷凍庫で30分冷やします。冷えた生地は生地の向きを変えて同じように伸ばします。角を合わせて2回折りたたみ、同じように冷凍庫で30分冷やします。冷やしながらバターを折り込むことで綺麗な層になっていきます。生地とバターを冷やしながら伸ばして三つ折りを2回繰り返します。今回は初めての方でもうまくいくように折り込みの回数は2回にしています。慣れてきたら折り込みの回数を増やしてみてください。生地の向きを変えて冷やした生地を 20×45 センチに伸ばします。生地の厚さは4ミリくらいになります。生地の温度が上がると作業しにくくなるので、ここからはできるだけ素早く作業をしてください。まず、生地の周りがまっすぐになるように切り落とします。包丁などで押し切るようにすると断面がきれいになります。等間隔で4等分したら、斜めに分割します。幅の広い方を少し折り返して、手前に向かってコロコロ転がすように巻きます。生地は強く押さずに、軽く転がすように自然に巻いてください。強く巻きすぎると焼き上がった生地は割れやすくなります。切り取った半端な生地は巻いたりねじったりして一緒に天板に乗せます。バターを織り込んだ生地は35度以上でバターが溶け出してしまうので、温めすぎに注意してください。発酵温度は30度くらいが適温です。乾いた布をかけて2倍の大きさになるまで二次発酵をさせます。生地が十分に膨らんだら表面に卵液を塗ります。すぐに220度に予熱をしたオーブンで13分焼きます。これで焼き上がりです。家庭で作るクロワッサンのポイントは、
生地を冷やしながら作業をすること。バターは硬すぎず柔らかすぎず、そして二次発酵では温めすぎないように、発酵の大きさは2倍以上膨らませてください。高温で焼くことでバターが流れずに生地の層がきれいに開きます。高温のオーブンで短時間で焼くことでパリッと焼き上がります。焼きたてはパリパリの食感が楽しめます。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。